おはようございます。グリーンリーフトゥーリストクラブの和田敦です。今回はエンテベボタニカルガーデンと呼ばれる植物園に来ています。ここはビクトリア湖の北岸に位置し、向こうに木々の間から見えるのはビクトリア湖です。先ほどから時折鳥の鳴き声が聞こえますが、ここはバードウォッチングに適した場所としても知られています。今まで特定の観光の活動を紹介してまいりましたが、今回はゲストにインタビューを行い、ウガンダの観光についてお話を伺います。お見えになりました。おはようございます。本日はお忙しい中お時間をありがとうございます。こちらが本日のゲスト、駐ウガンダ日本国大使の亀田和明さんです。はい、今ご紹介に預かりました亀田和明と申します。どうぞよろしくお願いします。今日はここボタニカルガーデンというですね、2012年秋篠宮殿下、それに妃殿下がウガンダを公式訪問した時にも訪れた由緒ある植物園です。そういう記念すべき植物園で本日ウガンダへの観光について皆様にお話しする機会を設けていただき、和田さんどうもありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。では早速ではございますが、ウガンダや観光についてお話を伺います。はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそ。まず亀田大使は今回がウガンダへの赴任が2回目ということで、ウガンダの滞在はもう延べ年数何年ぐらいになりますか？はい、今おっしゃった通り、ウガンダには2回赴任してきております。1回目は2006年の1月から2008年の11月までの2年と10ヶ月。それから今回大使として赴任してきましたのが2016年の6月ですかね。そういうことで4年と2ヶ月も経っております。都合を合わせると7年ということで、随分長く滞在させてもらっております。大使は外交官として、今まで当然さまざまな国に行かれて、あといくつかの国にもお住まいで、その中でウガンダという国を、どのように捉えていらっしゃるでしょうか？そうですね、ウガンダの他にもバルカンの国とかニュージーランドとか、いろいろ仕事で訪れる国がいくつかありました。その中でもウガンダに関して言うと、やっぱり一番頭に残るのは非常に気候がいいことですね。非常に一年中通して温暖な気候であると。特にこのカンパラとかエンテベの方はそういうことは言えると思うんですね。それと人が非常に意思疎通がしやすい英語を喋られる方も多いですし、人懐っこいところ、すごくユーモアのセンスもあって非常に楽しめるというところが言えると思います。その最初の気候のことに関して言いますと、今ちょうど日本で、8月ですけども毎日、40度近く、ないしは40度を超える猛暑だという人がいて、熱中症でたくさん亡くなる人なんかを聞いてると、ここの今ウガンダで8月を過ごしているとまるで天国にいるようだなというふうに思っております。あと大使はウガンダ国内でもいろいろな観光地に行かれているというふうに伺っているんですけども、どのような観光地に行かれて、各地でどのような感想を持たれたかというのをちょっとお願いいたします。はい、そうですね、今述べましたように、7年間もいるものですから、やはり、休暇で、また仕事で、ウガンダの各地を訪れる機会がありましたけども、その時にも国立公園何か所か訪れました。そうですね、やっぱり日本の人たちにとってやっぱりアフリカというとサバンナでのサファリになりますかね。そういうところもクイーンエリザベス国立公園とかマシソンフォールズ国立公園とかムブロ国立公園とか行きましたけども、最初の2つのマシソンフォールズとクイーンエリザベスの方は単にジープタイプの車に乗って動物を追いかけるだけじゃなくて、近くの湖運河とかですね、それから
ナイル川をなんですかね、ボートで乗りながらカバとかワニとかですね、たくさんの動物が見れて非常に楽しかった思い出があります。あと忘れられないのはやっぱりゴリラトラッキングですかね。マウンテンゴリラというのはこのウガンダとルワンダとコンゴ、この3つの国境が接しているあたりにしかいなくて、世界的にも1100頭ぐらいですかね、一番最近の数字では、その中でもウガンダが一番多くて、でそこでゴリラの家族と7メートルぐらいまで近く接近して家族の様子を見ることができるんですけども、やっぱりこれができるのはこの地域だけですので非常に貴重な機会だったなと思っております。あともう一つ付け加えると、やはりカンパラから近いところにちょうど赤道が通っておりましてですね、やっぱり赤道をまたぐという経験も世界広しといえども数か所しかありませんので、そういう意味ではそういう稀な経験をできるという意味で非常に思い出に残っております。以前に私が日本に出張した時にウガンダの旅行を扱う旅行代理店に行きまして、そこで亀田大使が、その旅行会社に行かれて、いろいろウガンダの観光のお話をされて行かれたという話を伺いまして、大使がウガンダの観光に前から関心を持っていらっしゃるんだろうと思っていたんですけども、そういうふうに何か関心を持たれたきっかけがあったんですか？はい、私の仕事というのはやっぱりウガンダのことをいろいろ知らなきゃいけないと。それは政治のことも経済のこともそうですけれどもいろいろ社会生活とかですね、それからそれがどういう国かということで総合的に見る必要があるということで、やっぱり観光も特にウガンダの場合国の経済ですかね、の稼ぎ頭として観光を非常に重視しておりますので、じゃあどういうようなところなのかというのは見なきゃいければならないと思ったことですね。それを見るとともに一緒に自分も楽しめるので一石二鳥かとは思っていましたけど、それともう一つ、これは個人的な理由になりますけども、1回目に、ウガンダ赴任しました時に非常に親しくなった政治家がおりまして、で今回2回目来てみますと彼が観光担当の大臣をしているということで、彼のためにも日本から観光をもっと誘致できるには何ができたらいいかなというような話を彼ともする関係でアドバイスもしたくて、いろいろそういう個人的な人間のつながりで観光にも興味を持ったということはございます。次にちょっとこれは私自身の話でもあるんですけど、私はちょっともう20代前半からウガンダにずっと住んでいまして、今仕事としてウガンダの観光を取り扱っているんですけども、他の地域の観光というのをあまり知らないもので、その比較がうまくできないんですけども、今までいろいろな国に行かれた大使から見たこのウガンダの観光の魅力っていうのはどのようなもので、どのような人に勧めれるものかなっていうのをお願いしてはい、そうですね、私も、実はアフリカはねこのウガンダが初めてなものですから、今までの自分の各国の観光ということになると、こういう大自然というよりは自然としてもアルプスとかですね、そういう山の方であるとか、あとはやっぱり街のいろんな文化遺産的なところ、ヨーロッパなんかはそうなんですけど、そういうところを訪れていたんですけど、こういう熱帯雨林もあるサバンナもあるというところへ、来たのは初めてのものですから、それはやっぱり非常に初めての経験なので、いろいろ面白い経験をしたと思っております。でそういうものを持っている、そういう観光資源を持っているということと、やっぱり人ですかね。私もいろんなところをやっぱり赴任しながら旅行しましたけど、普通の人と非常に気軽にお話ができる、もう挨拶も本当に気軽にしてくるし、手を振れば向こうも振り返して、これやっぱりヨーロッパになるとね、なかなかやっぱり人と人との距離が遠いので、
そういうわけにはなかなかいきませんが、ここでは本当にフランクに話ができるというところはやっぱり旅の大きな楽しみの一つじゃないでしょうかね。どういう人にという、日本のどういう層の人にという話ございましたけども、あらゆる階層の人に、来ていただいたらいいのかなと思います。自分がウガンダに来て日本から年配の人にも会うんですけど、カンパラに来て非常に懐かしい感じがすると。昔戦争が終わってまだそうですね、昭和30年代ぐらいの、日本もそんなに道路がアスファルトで覆われてなかった土が出てた頃の風景を思い出しますという、そういう楽しみ方もあるのかなと思いました。私としては今若い人たちはいろいろバーチャルな世界で生きているので、なんていうんですか、どうしてもコンピューターで知ったことで頭の知識として知ったつもりでいるんですけども、やはり見て聞いて匂いを噛んでというとその印象が全く違うということに気が付くと思いますので、そういうこれから活躍していっていただきたい若い世代の人にもぜひ、ウガンダとは言いませんけども、こういうアフリカのにも足を伸ばしていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。あと次に日本はウガンダに対しての主要な支援国で、いろいろな形での支援をしていて、観光面では日本はウガンダに対してどういう支援を行っていますか？はい。それほどなんですかね、たくさん数えられるは多くないんですけども、私が知っている範囲内でお話ししますと、このエンテベの近くにですね、ワイルドライフエデュケーションセンターというですね、日本語で言うとエンテベ野生生物教育センターというんですか、動物を保護したものをそのまま育てたり、それでウガンダの人、それから観光客の人に動物を見せたりということで、通称エンテベ動物園と言っているところがあるんですけど、そこは日本がアフリカで進めているティカドという国際会議があって、そのが横浜で開かれた園で、横浜の3つの動物園がこのエンテベ動物園に協力して、専門家を送ってどのように、動物の保護をしたらいいかとかですね、どういうふうに檻の中で飼育したらいいかとかいう技術指導をしたり、またそこのエンテベ動物園の職員を日本に呼んで、横浜に呼んで研修するということが、9年ぐらい続いたということがございます。これは非常にエンテベ動物園では高く評価されております。職員の何人かは日本語を少しで挨拶したりとかいうことができるので親しみを感じるものですし、また前回私がその1回目にウガンダにいた時には海外青年協力隊の人が派遣されて、現実にエンテベ動物園の中でいろいろ広報活動とかですね、いろいろアドバイスをしたり活躍しておりました。これが一つですね。もう一つは先ほど話しましたクイーンエリザベス国立公園の方なんですけども、やはりやっぱり密猟とかあるんですね。でそれは専門的に象牙を売るためにというのもあるかもしれませんけども、人間の生活環境と非常に近くて、確か国立公園の中にも漁村があったりとかということで、どうしてもその生活のために、ということで、動物を取ったりすることがあるので、レンジャー活動も非常に、活発に行っていて、で日本はワシントン条約っていうんですか、絶滅種のを守るための組織というか条約があって、その事務局に象の密猟者を監視するプログラムがありましてね、そこに基金を持ってるんですけども、そのお金の中からそのレンジャーたちが夜中も監視できるようにということで、宿泊施設を整ったところを1箇所作って、去年の4月ぐらいですかね、開所式したことがあります。ですのでそういうやっぱり貴重な動植物保護という面からも日本は協力している一つの例かというふうに思います。
この動画はウガンダを含めアフリカへの、旅行の関心をお持ちの方を対象に作っておりまして、そのような方に何か一言大使からお言葉をいただけるとありがたいのです。はい、わかりました。先ほどもちょっとお話ししましたけども、ウガンダというのは赤道直下にあるんですね。そうすると赤道直下というと灼熱のところともっと暑いところかと思っている人が非常に多くて、ウガンダに来るとびっくりするんですね。そのように日本で、既成概念に取られているとですね、全然間違った絵をウガンダ、それからアフリカについて、みんな持ってると思うんです。だけどアフリカ全体が今非常にエネルギッシュで躍動感があるということをぜひ足を伸ばして、自分の目で、見ていただければなというふうに思います。そういう形でぜひ実体験をして、自分たちの認識をより現実に近いものにするというのがやっぱりいろいろ世界なんてこれから生きていく上で重要じゃないかと思いますので、ぜひウガンダを手始めとして、アフリカの方に、旅行していただくことを希望します。ただ、現在まだウガンダは出入国ができないので、またちょっとコロナの状況が続いて、そこから来れるようになるという。そうですね。やっぱりどうしても世界中で今日本もそうですけども、世界中がこのパンデミック新型コロナが蔓延しておりますけども、これも今一生懸命世界各国の科学者が治療薬とかワクチンの開発に力を入れていると思いますので、そう遠くない将来、この流行もきっと終止符が打たれる日が来ると思いますので、そうなった暁にはぜひまた海外の方にも目を向けていただければなと思います。ありがとうございます。はい。本日は本当にご多忙の中この動画作成にご協力をいただきましてどうもありがとうございます。はい、こちらこそどうもありがとうございました。また今後ともぜひご協力をよろしくお願いいたします。はい、では最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。次回からも引き続きウガンダの観光の紹介を続けます。では次回までごきげんよう。